こんにちは。週の半ばですね。お元気ですか？私はね、2日くらい前になんとなく体がかったるくってね、なんかいろいろめんどくさい感じがして、お気に入りで使ってたコーヒーサーバーがあったんだけど、ちょっと画像載せとくけど、コーヒーサーバーって言ってもね、コーヒーを入れる時に使ってたわけじゃなくって、紅茶とかウーロン茶とかそういうお茶系をお湯で入れる時に便利に使ってたやつなんだよね。でね、それをね、なんかその日はね、一日中なんとなくいろんなことがめんどくさいっていうか、体がちょっとだるくって、なんか適当に変なとこに置いちゃったんだよね。ちゃんとしたとこに戻すのがめんどくさくって。で、そのまま置いといて、ちょうどなんか何時間か経った時に、その横につるってあったタオルを、あのタオルで手を拭いた時に、そのタオルに引っ掛けて、そのコーヒーサーバーを落としちゃって割っちゃったんだよね。もうね、あーって感じですごいショック。すごいショックってほどでもないんだけど、ここ最近結構便利に使ってたやつだから、それが割れてしまったのは、残念っていう感じですね。なんかこれもその日なんとなくかったるくって、いろんなことがめんどくさくって、いろいろ横着したせいなんだなって思ったけど、ああっていう感じです。ちなみにそのコーヒーサーバーは、最初はね、もちろんコーヒーをドリップする時に使うために買ったんだけど、そのコーヒーサーバーね、だいたい2杯とか3杯入れる時に使うやつなのね。3杯まで使えるやつなんだけど、でもさ、私もう自分にしか入れないから1杯分しか取らないんだよね。そうするとそのコーヒーサーバーちょっと大きくて、結局なんか使わなくって、そうそう。で、結局ずっと使わないから、最近になってそれを紅茶とかね、他のお茶用に使うようになって、それで意外とこれ便利だなって思って、すごい最近気に入ってたんだよね。っていうのも、今までこの紅茶とかウーロン茶とかそういうティーパック的なものを入れる時に、コップに直接やる時もあるんだけど、あの結構私ティーポットを使うの好きで、ハリオのガラス製のティーポットをね、あの気に入ってっていうか、それでよくずっと何年も前からそれ使ってたんだけどね、それがね結構割れやすくって、ちょっとした時に注ぎ口のとこぶつけてそこを割っちゃうとか、落として割っちゃうっていうか、ちょっと何かに当たった時割れやすいんだよね。だからそのガラス製のティーポットをもう2回ほど割っちゃったから、もう買うのやめようと思ってて、なんかいいティーポットないかなっていう風には探したりはしてたんだけど、なんかずっといいの見つからなくって、ティーポットがない生活を送ってて、でも最近ね、ずっと使ってなかったコーヒーサーバーをね、ティーポット代わりに使えばいいじゃんっていうことに気がついて、そしたら結構それ使いやすくってさ、結構なんて言うんだろう、乱暴に使えるというか、なんていうかお湯とかもビヤーって入れて、注ぐ時もビヤーって結構やっても蓋がカチッてしまってるから便利だし、なんか蒸らしとかもちょうどいいし、コーヒーサーバーこれティーの方にぴったりじゃないかと思って結構お気に入りでしてたんだけどね、それ割っちゃったんだよね。残念でした。その日だるかったのも、多分今のこの季節の変わり目、梅雨に入って、雨が降ったりとか、ちょっと晴れたりとか、ちょっと晴れててスーパーに行ったら帰りにポツポツ降ってきたりとか、今日は雨でちょっと気温が下がって、次の日は結構暑くてっていう、なんか結構そういう風にあの気象病というか、
まあ秒っていうと大げさなんだけど、こういうふうにね、気圧が安定してなかったりとか、気圧とか気温とか湿度とかが結構目まぐるしく変わる時期っていうのって体調を崩しやすいじゃないですか。自律神経とか乱れるから。だからなんかはっきりと体がだるいとか、はっきりとすごく体調悪いとか頭が痛いとか、そういうレベルじゃなくてもなんとなくかったるいなとか、そういうのってまああると思うんですよね。だからね、それにちょっと今回はやられてサーバー終わってしまったんだろうななんて思ってます。あ、ちなみにね、私はコーヒー入れる時いつも動画で、ま見ればわかると思うんだけど、コーヒーサーバーの代わりにハリオじゃねえや、いわきの耐熱の計量カップをお気に入りで使ってます。ガラス製のいわきの計量カップがちょうど1杯分のコーヒーをハンドドリップするのにちょうどいいので、コーヒーサーバーの代わりにそれを使ってます。さっきお茶碗を洗ってたんですけど、水で洗ってたんだけどね、本当はねお湯で洗いたいですよね。だってお湯で洗った方がなんかすっきり洗剤とかも落ちる感じになるじゃないですか。でも今の時期くらいからお湯で洗うとこう熱くってちょっと気持ち悪いですよね。やっぱりこう熱くなってくるとなかなかお湯を使うのはちょっと心地よくなくて、逆に冷たい水が心地いいっていう感じになってきて、そうすると季節がやっぱ移り変わってきたなっていうのをすごく感じます。あとなんか私がすごく季節が変わってきたなって感じるのは、ちょっとなんか恥ずかしいんだけど、お手洗いの便座の温める便座のスイッチを切ったり入れたりするタイミングが季節変わったなって思いますね。もうその便座をこう温めるスイッチはもう結構前に切ってるんだけど、あれって冬の間はもうあれがないともうやってられないけど、ある瞬間から座ったタイミングで暑いの気持ち悪いなって思うタイミングがある日来るじゃないですか、春になると。なんかそれでもうこれ便座温めるスイッチいいわと思って切るんだけど、それをした瞬間にあの季節が移り変わったなっていうのを感じますね。なんかそういうのありますよね。あと部屋の中で靴下を履かなくなってきたとか、うん、なんか昔は部屋の中で靴下を履かないのはちょっとなんていうのかな、マナー的にっていうか一人でいるからマナーも何もあったもんじゃないんだけど、なんかちょっとこうなんかねきちんとしてないような気がして靴下は履くようにしてたんだけど、なんかもうそういうのも洗濯物も増えるし、なんとなくこう裸足の感覚を普段から持ってた方がいいような気がして、なんか裸足で生活するようになりましたね。これまあ普通っちゃ普通なのかな。もちろん人の家に行く時とかは靴下とかは持参したりはしてますね、玄関で履けるように。でもそもそもね、人ん家に行く機会なんてもう数年ないから、もうそんなこと考える必要すらないとは思うんだけど、いやみんなどうだろう、なんかそういうところって結構気にしてる人は気にしてるだろうけど、気にしてない人は結構気にしてないのかな。特にこう夏とかさ、サンダルとか裸足でサンダルとかで行って、もう年齢的に裸足サンダルあんまやんなくなったかもしれないけど、
あ、でもビルケンとかは履くから、それも裸足サンダルか。なんかそういうのってちょっとそのまま部屋に上がったらすごく足の裏とかこう外にそのまま歩いてきたから土ぼこりとかついててちょっと汚いじゃないですか。それでそのまま人の家に上がるのってすごいなんかこうちょっと躊躇しちゃうっていう感じはないのかなって思うんですけど、まあいいや、なんでそんな話になったのかちょっとわかんないですけど、まあ今日は食器をさっき水で洗ったなっていう感じです。でね、今もねちょっとかったるくって、もうこれ全部気圧のせいにしていいのかな、なんかだらけてるの、まあ、気圧のせいもあってかったるくって今もちょっと寝っ転がってるんですけど、気圧のせいか喉が全部気圧のせいにしてなんかこう体がだるいとその気分をリフレッシュしたいから、リフレッシュするためにお腹減ってないのに何か食べたくなるんですよね。これまあ良くないなとは思ってるんだけど、その気をそらすためにっていうか気分転換に何かを食べたくなるっていうの結構あるんですよね。だからね、家にはねインスタントラーメンとかがそういう時にのために常備してありますね。あのお菓子のバカ食いは禁止してますけど、3月末から夜中にラーメンを食べるとかそういうのは全然禁止してないんでそうちょっとそろそろそういうのも一回禁止しなきゃいけないのかもしんないけど、体重全然測ってないんで、ちょっとそろそろ一回測ってまた自分の体重どうしていこうかプランをまた考えようと思います。そうそうでインスタント麺っていわゆる札幌一番とかさ、マルちゃん麺作りとかさ、そういうのを1個か2個くらい置いといて、まああとはレトルトカレーかな、なんかちょっと食べたくなった時のレトルトカレーは湯煎じゃなくて必ずレンジでできるやつを買ってますね。だって湯煎するのめんどくさいから。なんかとりあえず夜中に食べたくなった場合はカレーかラーメンを食べてますね。でできればなんだけれども、そのこっちでもラーメンじゃなくてもそばでもいいやっていう気分の時はそばを食べるようにしてますね。で私カップラーメンをあのどれくらいだろう、カップラーメン3、4年くらいかな、基本的には食べないってことにしてるんですよ。家に買い置きとかしてなくて、でも絶対食べちゃダメってわけじゃなくて、このカップラーメン食べたいなっていうのがあった時は買ったりはするんですけど、基本的には常備せずに基本的には食べないっていうルールというか、まあルールっていうほど厳しいもんじゃないんですけど、そういうふうに決めてて、ただその代わり札幌一番とかの袋麺は食べていいってことにしててっていうのは単純にカップラーメン食べる時ってカップラーメン1個で済まないんですよ大体。もっと食べたくなるし、なんならそのカップラーメン1個が呼び水になってドカ食いが始まるとかね、深夜のドカ食いが始まるとか、そういうのもあるし、あと、ちょっとした差なんですけど、カップラーメンよりもまだ袋麺の方が添加物とかが若干少ないのと、あと栄養的に野菜入れたりとか卵入れたりとかもできるので、若干栄養にもなる食べ物だっていう意味でも袋麺の方を選んでるっていう感じです。でカレーとかはねレンジでチンしてご飯と一緒に食べるだけだけど、まあその少なくともねご飯を食べてるっていう部分では、カップラーメンよりも、添加物とかも少ないし、ご飯自体は
太る太らないとか糖質が多いとかそういうのは別として、あの食品としては良いものなので、そうそうで私は三分好きの米食べてるんでね、栄養価的にも良いのでそういう意味であの食べたくなったら、まああのカップラーメンは食べないけど、そういう結構しっかりした夜食は食べちゃったりしますっていう話ですね。寝る前本当に12時とか、なんなら1時とかでも食べたりすることあるんで、なんか食べたいなっていう食欲に関しては我慢はないです。ただ変なこだわりだけどカップラーメンは極力禁止してて、少しでも栄養になる、そして少しだけ添加物も少ないインスタントラーメンを食べてますっていう話ですね。なんかまた体だるいっていう話に戻るんですけど、この時期って本当に体だるくないですか？なんか私今外に出て人間に会うのはジムに行った時くらいなんですけど、なんか私すんごいかったらくって、なんて言うんだろう、ポテポテ適当にやってたりとかする日があったりとかするんですけど、結構皆さん頑張ってる人は頑張ってて、こんな風にこうちょっと急に暑くなった日があったりとか、そういう中でみんなこうだるくなったりとかしないんだろうかとか思ってね、なんか自分より周りの人がすごい元気に感じちゃったりとかするんですよね。なんか私は疲れた疲れたみたいな感じでやってたりとかして、なんかなぜそんなにみんな元気なんだと。ある意味私も動いてる時は結構元気に動いてるのかもしれないですけどね。なんかただ動くのめんどくさいなと思いながらやってたりとかすることもありますね。こういう時ってなんかやる気が出なかったりとか、いつもより頑張れなかったりとか、ちょっと馬力が続かなかったりとか、そういうのってあると思うんですよね。結構それって、冒頭にもちょっと言ったけど、いわゆる気象病っていう感じでいいんじゃないですかねって思うんですよね。なんか今こういうふうにいろいろ天候が不安定な時期だから、そりゃ私の自律神経だって乱れるよねみたいな、逆にそれが自然、だるくて自然、やる気落ちて自然みたいな、もう馬力続かなくて自然みたいな、たまにちょっとうっかりしちゃって当然みたいな、だって生物だものみたいな、そんな感じじゃないかなって思うんですよね。だからなんかもしちょっと最近私怠けてるなとか、最近ちょっとうっかり忘れ物をしちゃったなとか、変なミスしちゃったなとか、そういうのがあっても、ダメだダメだ気合い入れなきゃとかさ、なんだ私全然ダメじゃんもっと頑張んなきゃとか、思うのもいいと思うんですけど、なんていうか、あの自律神経が乱れてるだけだからみたいなことにしといてもいいような気がしますね。うん。で、まあそういう時はうまく休憩とか、うまく気分転換を入れるっていうのが大事なんでしょうね。若い時はね、多分そういうのすら気合で乗り切れるっていうのが若さゆえの体力、それも一つの体力だと思うので、気合で結構解決できたっていうのは本当にマジであったと思うんですよね。本当体力すごいから本当に。でもね、やっぱね、ギフト期間ですから、あの頃はそれを過ぎると普通の人間になりますので、そうするとね、やっぱ体が
自然の摂理でうまく機能しない時っていうのはあるので、まあそういう時は適当に行きましょうよっていう感じです。なんかこういうことを喋って自分の免罪符にしてんのかもしれないですけどちょっとね今日頑張れなかったから私も、頑張れなかったからっていうかある意味ちょっと一回ちゃんと休んだ方がいいかもしれないので良かったのかもしれないけどね。でも今日自分で一個頑張ったことは、今日スーパーで米が安かったから安売りをしてたから今日ちゃんと買いに行ったってことですかね。ちゃんと安い日に買ったぞっていうのはちょっと充実感がありますかね。充実感じゃないな、達成感か。そうなんか本当に体だるいとスーパーとかコンビニにさえもう行くのが嫌で、本当に完全な引きこもりになりますもんね。そういう時でも普通に会社員とかやってた時はね、たとえ寝不足でも眠くてもなんか体がだるくても無理やり化粧をして、化粧をしてる時のこの嫌な感じでもう全然化粧もしたくないし出かけたくもないのに化粧してなんか今日何着たらいいんだろう、着る服が頭に思い浮かばないっていうか、何を着たらいいのかさえ頭が働かないみたいなああいうのは大変ですよね今無職なんでそういうのがないからいいですけど、だからこそ私はちょっとある程度もしかしたら起きる時間とかちゃんと決めた方がいいかもしれないですね。大体同じくらいの時間に起きてるけど、やっぱりちょっとなんとなくその日の体調によってずれてしまうっていうのはいいことのような気もするけど、結局そうすると何て言うんだろう、夜寝る時間とかもなんとなく少しバラバラになってくるというか、やっぱり時間割とかを少し作った方が良いのかもしれないですねと思ったりしました。今めっちゃだるくて足を上げながら寝っ転がってますけど、すごいなんか食べっ子動物とか食べたくなってきた。どうしよう。なんか今お菓子が家にないから、でもコンビニに行くのはめんどくさいから、そのめんどくささが勝つから食べっ子動物は食べずに済むとは思いますけど、お菓子をたくさん食べたくなったりしますね。自律神経が乱れてるのかなそんな感じで今週も中日ですね。それでは皆さんも体に気をつけて、ちょっとめっちゃ言うの忘れてたんですけど、何かあった時用の連絡用のインスタのアカウントをこの動画の概要欄に貼り付けておきます。あとこのチャンネルページの説明のところにも、そのインスタのアカウントを貼っておこうかと思います。前みたいにね、私が間違って YouTube のチャンネルを削除してしまった時とか、もしくはバンされちゃうっていうことも、なきにしもあらずなので、とにかくそういう何かがあった時にご連絡できるようにっていうことで連絡用のインスタのアカウントをお知らせしておきます。でそのインスタ自体は今後何か投稿するかどうかっていうのはちょっと分かんないけど、もしかしたらちょっと試しに何か投稿するかもしれません。あとちょっとそれまでねインスタ何ヶ月か前にインスタの機能を知るためにというかテストでちょっと言葉系の投稿をしているのがあるので、
それちょっとせっかくだから消さずにそのままにしてたので最初10投稿くらいね、意味不明のフィードの投稿がありますけれども、別にそれは関係ないので無視しといてくださいはい。ではそういうことで、それではまた。